皆さんこんにちは。東京ベジライフのなつきです。今日はとてもスペシャルなゲストさんを迎えて TBL キッチントークをしていきたいと思います。ベジタリアン食材の卸と製造をされているカルナーさんを経営されているヨゴさんに今日はお越しいただきました。ヨゴさんはもうずっと何年も前から日本のベジタリアン界を見てきたという方で、今日はそんなヨゴさんのビジネス目線からビーガン業界だったりベジタリアン業界の動きっていうのをいろいろお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。夜ご飯を作っていきたいんですけれども、そのカルナーさんの食材をいろいろ使ってですね、アジア飯を今日は3品作っていきたいと思います。楽しみです。お願いします。で、ヨゴさんはオリエンタルベジタリアンということで、まずそのオリエンタルベジタリアンって何ぞやっていう方が多いと思うので、オリエンタルベジタリアンはですね、いわゆる五燻と言われる野菜の中でも五燻っていうのがありまして、玉ねぎ、ニラ、ニンニク、ラッキョウ、朝月、ちょっと匂いの強いものですかね、そういったものを避けるベジタリアン、ビーガンの方を、オリエンタルベジとかオリエンタルビーガンって言ったりするんですけど、私が最初に知ったベジタリアンがオリエンタルベジだったんですよ。ああ、なるほど。もともと私の家は、おばあさんの時代から、ベジタリアンの家だったんですね。ああ、そうなんですね。ある中国の方から、いわゆるこの菜食料理というものを教えてもらったんですよ。でその中国の方がオリエンタルベジ、日本でいうと精進料理ですよね。でそれを、おばあさんが食べてみたところ、すごい自分に合ったらしいんですよ。でうちのおばあさんもう亡くなってるんですけど、亡くなったんですけど、とても発信力のある方っていうんですかね、みんなその影響を受けて、我が家はベジタリアンの家なんです。でうちの家族だけじゃなくて結構親戚とかもベジタリアンになって、そのおばあ様から広がって、うちのおばあさんのお友達とか知り合いとか、そういう方にどんどん当時ね広まったらしいんですよ。小学校5年生の時に初めて友達の誕生日会に友達の家に行ったんですよ。その時に初めて食べたのが焼肉だったんですよ。でその時、ある意味カルチャーショックを受けて、世の中にこんな美味しいものがあるそっちのカルチャーショック。なるほど。でびっくりして、肉は知ってたけど、焼肉の食べ方は初めてだったんで、我が家へ帰って、で聞いてみたんですよ。うちで焼肉やらないのそしたらどうもうちはベジタリアンだと。じゃあその時まであんまり意識したことがなかったんですね。なかった。へえ、そうなんだ。小学校5年生の時はなんとなくそれは嫌だったんだけど、中学入ると完全にもう反発しちゃうんですよ。必ず部活終わるとどっかのファーストフード店行って、でそこでちょっと食べて家帰るとっていう生活を始まったんですよ。だから家のご飯はもう本当食べたくなくて、とにかくもうファーストフードが大好きっていう感じで成長してるんです。21歳の時かな、体調を崩し、そしたらどうも白血病の疑いがあって、当時は本当にあんまり治らない病気だったんで、正直ちょっとショックだったんですけど、いわゆる西洋医学でそういう治療が始まったんですよ。薬を飲んだり治療すればするほど具合が悪くなるっていうか、で血液の数値も悪くなる。そうなると今まで反発していた菜食、藁をもすがるような感じで、ひょっとしたら食事を変えたら治るんじゃないか。もともとそういう血液のことなんで、当然家族からも勧められるし、とにかく僕ね、薬飲むのが嫌だったんですよ。結構本当副作用もあるし、そういうのが嫌だったんで薬を一切やめて、で食事だけ変えたんですよ。そしたらね、3ヶ月目ぐらいの検査の時に、なんとなくね、自分でね体にね
エネルギーがスイッチが入った感じっていうの、今までとは違う自分の体調っていうかな、はい、ちょうど3ヶ月目か4ヶ月目にそういうのを感じて、で検査行ったんだけど、そしたらやっぱり数値が良くなってきたんです。まあそういうのでこうどんどん調子が良くなって、1年やってみて完全に数値が元に戻って、でそこで迷ったんですよ、はい、元の食事に戻すか、そのまま続けるかどうするか。そうですよね。だけどやっぱり1年もやってるとなんかこの菜食の良さも分かるんですよ。はい、このままちょっとやってみようというので、結局それから30年間かな、ずっとそういう食事に。白血病感知された？もう完全その時にもあれですね。すごいですね。今サラダを作っているんですけれども、アジアン春雨サラダですね。でそう今日は5分抜きで。5分抜きで。はい。ありがとうございます。多分普通だとガーリックとか、ちょっと玉ねぎとか入れていくんですけど、今日はそういうものを全くないもので作っていくんですけど、でサラダの中にですね、こちらのカルナーさんのクイックソイを入れていきたいんですけども、このクイックソイのすごいところは、もう戻してあるんですね。そのまま使えるものなので、大豆ミート、ソイミートとかを使ったことがある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、結構お湯で戻したりとか、茹でてからね、使ったりとかすることが多いので、こちらはもう湯戻し不要で開けてそのまま使えて、火も通ってるというか、そのまま生じゃないんですけどね、食べられるので、こちらのサラダにそのまま入れていきたいと思うんですけど、ちょっとやっぱりソイミートなので、ソイっぽいなんていうか独特の香りだったりとか味とかはどうしてもやっぱりあるので、こういうサラダとかにする時は、ドレッシングにつけておいて、ちょっとこう下味をねつけると、より美味しく食べられると思うので、こちらのクイックソイをですね入れていきたいと思います。こちらミンチタイプですね。はい。ミンチタイプとフレークタイプとバラ肉タイプの3種類です。3種類がございます。はい。でもカルナーさんは卸とは言いつつ、通販もあるんですね。個人の方も普通にサイトから買えるんですね。自然食品店に卸すことが多いです。なるほどなるほど。とかレストランとか。とかレストランですね。ホテルとかレストランとか、機内食ですとか、そういう系統ですね。最近どっちかっていうと、このインバウンドの影響でそういうホテルとか、レストランとか、機内食系とか JR さんとか、そういったところの取引の方がボリュームが出てきたのかなっていう感じはしますね。なるほど。JR さんとかで、そっか、ビーガン弁当とかありますよね、最近駅弁で。ありますね。ああいったところに材料を卸させていただいたり、調味料を卸させていただいたり、あとラーメン屋さんとかもあるじゃないですか。そうですね。最近ビーガンのラーメン屋さん、ビーガンのラーメンがあるラーメン屋さん増えてますよね。やっぱソイミートの需要って増えている感じはしますか？やっぱり増えてますね。一時に比べたら本当に増えてると思いますね。今年うち会社30年なんですよ。創業すごい。創業30年でございます。素晴らしい。何か企画をやりたいと思います。ぜひぜひ30年記念のね、何か。一般的に広がってきたっていうのは5年ぐらい前からかな。それまでは本当にコアなビーガンベジタリアンの方とか、動物愛護の方々とか、あといろんな宗教系の方々とか、そういった方々に支えられてきて、本当にこうニッチにずっとこうやってはきたんですけど、やっぱり時代のせいでしょうかね。急にやっぱり環境問題とか、そういう動物愛護の問題だったり、いろんなことが重なってきて、
いよいよ本当変わってきたなっていうのはすごい感じますね。こうさっきおっしゃってたみたいに、外国の方がすごい増えてるじゃないですか、最近。そのオリンピック効果もありますし、だからそういう外国の観光客だったりとかお客様が増えたっていうことに主導されてるのか、それとも日本の方もそういう健康志向だったりとか、野菜をもうちょっと食べようかなみたいな動きが出てきたのか、どっちですかね、両方。やっぱりね、僕思うのは流れでいくと、ちょうどやっぱり狂牛病、今から何年前だったかな、十何年前に狂牛病っていうのがちょっとこう話題になって、でそれぐらいの時から皆さん食への意識がちょっと変わってきたんですよ。で狂牛病があったり、鳥インフルエンザがあったり、豚口蹄疫があったり、いわゆる動物性のなんかそういう疫病的なものがだんだんこう増えてきて、でなんとなくそういうので皆さんも意識が徐々に変わってきてるような気がしますね。でそこに、日本だとマクロビオティックっていうのがすごいこうブームというか、時期がものすごいブームになった時期もあったので。マクロビのブームって何年ぐらい前だったんですか？今なのかな、でもやっぱり7、8年ぐらい前ですかね。本当にいわゆる海外から逆輸入されて日本に戻ってきた感じだったんですけど、そういうのもあって、なんだろう、やっぱり玄米菜食もすごいこうブームになったし、玄米っていうのが取り上げられるようになってきて、で皆さんの食べ物に関しては本当に意識が変わってきましたよね。食べ物でこんだけ健康が回復できたり維持できたり、実は食べ物にあったんだなみたいな。でそこにたまたまインバウンドの今回オリンピックがパーンと決まり、海外の方にもビーガンベジタリアンという人がたくさん来て、で一気にビーガンという言葉が、今ブームって言っていいのかわからないけど、一気にこう一人歩きし始めた、広がってきたって感じですよね。そう、なんか私の中のイメージでは、結構そういうマクロビオティックとか、ベジタリアンとか菜食みたいなブームがまずあって、で今、最近ここ本当にでも、もう2、3年とかですかね、なんかそうビーガンっていう、新しい比較的こう若い世代のなんかまたムーブメントが起きているような感じがするんですけど、ありますね、それは。今2品目のラクサを作っているんですけれども、ラクサは、シンガポールとかでよくあるスープの中に麺が入ってるものになるんですけど、そうですね、ラクサも普通は玉ねぎとかガーリックとか入ってるんですけど、今日は、ごくなしなのでレマックペーストっていうのがあるんですけど、それもちょっと今自家製でお家で作ってきました。ごくん抜きで。で後でこちらのカルナーさんの玄米ビーフンを使っていくんですけれども、こちらもねとてもスペシャルな、今超おすすめの商品なんですよね。そうです、おすすめです。台湾製なんですかね。台湾の有機玄米を使ってるんですけど、これプレーンタイプですかね。これプレーンタイプですね。プレーンタイプとかぼちゃ入りタイプっていうのがありまして、で台湾から輸入をしてます。かぼちゃタイプもすごい美味しいです。甘みがあってね、ちょっと甘みが少しほんのりと、かぼちゃはしてないけど、実際食べ比べるとちょっとやっぱほんのり甘いなみたいな。そうですね。そうそう。具はですね、えのきとあと厚揚げを入れていきたいと思います。普通のラクサだと多分鶏肉とかが入ってると思うんですけど、今日は厚揚げで作っていきたいと思います。普段も、ごくん抜きのオリエンタルベジタリアンでいらっしゃるっていうことで、結構外食は大変じゃないですか。もうでもさすがに30年やっているので、そんなに苦にならないというか、あれですね、もう
出張が多いので、まあどこ行ってもあれですね、やってもらってますね。東京は困らないですよ。あ、そうなんですね。東京は逆にたくさんお店もあるし、まあどこでもやってもらえる感じはします。昔はなかなかね対応してくれないお店も多かったけど、やっぱり今こういう時代なんで、対応してくださるお店が増えてきたかなと。TBL キッチントークにいらっしゃる方、皆さんに聞いてるんですけど、なんかおすすめのビーガンレストランとか、ちょっとお気に入りのまあベジタリアンレストランとかもしあれば。中目黒にあるレインボーランデブーカフェ。レインボーランデブーカフェ。レインボーバードランデブーカフェ。初めて聞きました。あ、本当？結構もう古い老舗ですよ。あ、そうなんですね。中目黒の商店街の突き当たり、ドン突き当たり。そこはベジタリアン？ビーガン店で。カフェみたいな。カフェで。オリエンタルも対応してくれる。あ、そうなんですね。ああいうデリバリーのビーガン弁当とかもやってます。本当カフェのワンプレート的なメニューが、ランチはそんな感じかな。スイーツもちゃんと充実していて。初めて聞きました。ちょっと行ってみます。ぜひぜひ。ちょっとかしこまった時はカーポラボーラさん。カーポラボーラ。どこですか？高田馬場。高田馬場。オーガニック野菜の、それはイタリアンですけど、まあお肉魚もやってらっしゃるんですけど、とにかく野菜にこだわってて、で国産のそういうオーガニック系のやつを全部取り寄せて、でそこはちゃんとビーガン対応もやってくださって、事前にビーガンでっていう感じで予約したりとか。で僕の場合はもうオリエンタルでビーガンでお願いすると、本当にこう鮮やかな本当に美味しい料理をやってくださるんですよ。でもイタリアンだとすごいガーリックいっぱいみたいなイメージがあるんですけど、そう意外にイタリアンってそういうイメージありますけど、でも結構普通のイタリア料理でも、最近あるじゃないですか、ニンニク、バターは使いませんっていうイタリアンのお店とか、何ですかって聞いたら素材をみんな殺しちゃう、匂いがみんなそれで確かにねガーリックの味になっちゃうので、うちはもうガーリック使いませんみたいなお店もありますね、イタリアン。確かに本当にフレッシュなトマトソースだけのパスタとかすごい美味しいですもんね。美味しい美味しい。なんかすごい美味しそうに仕上がってきました。仕上がってみました。こちらは3品目の今、チーズダッカルビ風を作っております。でこちらの、お肉風の代替肉も、クイックソイのバラ肉タイプをですね、自家製のコチュジャンで、すごい自家製コチュジャンつけておいて、それを使っています。で野菜は、キャベツと人参が入ってるんですけど、普段チーズダッカルビ風みたいに作る時は玉ねぎもいるんですけど、今日はキャベツと人参で、最後にこちらのビーガンチーズですね、こちらを入れてちょっと溶かして、仕上げていきたいと。最近カルナでもよく売れます。あ、そうなんですね。最近ピザが出たんですよ。3種類。これを使ってですか？そう、これを使ったピザが出た。3種類で、それも結構本当にオーブンで焼くだけなんですよ。ディナーが完成したので、食べていきたいと思います。すごいおしゃべりしながら料理して。いただきます。いただきます。
取りしますサラダを。はい、これでいいですか。はい、嬉しい、すごい。ビーフン入りで。すごい美味しそう。そう、なんかビーフンなので、結構ドライのまま使うイメージがあると思うんですけど、炒め物にしたりとか。でもスープも実際食べてみたらスープに入れてもすごい良さそうだなと思ったので、今日はちょっとスープに使ってみました。いかがでしょうか。美味しい。ココナッツミルク。そうです、ココナッツミルクです。コクがあって美味しい。よかった。タイの生姜と、あとレモングラスとコブみかんの葉っぱ、生のものを全部ちょっと仕入れてですね、アメ横に買いに来ました。やっぱりそういう生のものを使うと全然味が違うので、日本の味じゃないですよ。そうですよね。そう。分かっていただけますか。海外行った時に食べる美味しい料理。よかった。気に入っていただけて。よかったです。今日はその玉ねぎとかにんにく入ってない分、お味噌とあと塩麹と入れて、あと練りごまも少し入れました。コクをより出すように。でもあんまりそのお味噌とか練りごまの味はしないんですよね。ほんと隠し味程度に入れてるので、それがね感じないんですよ。でもねコクがあるんですよ。海外の味ですよ。ほんと美味しい。あとヨゴさんはお酒は飲まれますか？お酒ももうその時までは飲んでたんですけど、もう全然今は飲んでる。そうなんですね。最近ちょっとハマってるノンアルのビールがあるんですけど、ちょっと今日ぜひ用意してますので。嬉しい。ドイツのノンアルビールなんですけど、カルナで売ってます。本当に？そうなんですね。無添加だもんね。そう無添加なんですよ。美味しい。そう、結構ね美味しいですよね。美味しい。乾杯。乾杯。いただきます。美味しい。美味しいんですよこのビール。結構なんか苦味とかもすごい絶妙だし、そうこれはなかなか美味しいノンアルビールで、しかも無添加だから、ぴったりだね料理。そうなんですよ。だからノンアルのそういうビールも結構種類があるので、普通のなんかビールパブというかクラフトビールとかいっぱい売ってるバーとかあるじゃないですか。そういうところにぜひね、ノンアルビールも充実させてほしいと思ってるんですよ。だからビール飲まない人でも楽しめる、いろんなビールを。そうだから海外のものとかいろんな種類のねものがあるバーがあったら絶対行くのになと思うんですけど、なんか今までと違うみたいな感覚はありますか？流れがもう明らかに違いますね。もっとメインストリームになりつつある。去年ぐらいからやっぱりもう問い合わせとかそういうのがやっぱりすごい増えちゃって、逆に対応できないですよ。東京駅で JR さんがビーガンのお土産スイーツを始めるっていうね話とか、カナダの話なんですけど、カナダのスターバックスでそういう代替肉のサンドイッチを始めるらしくて、そうでもスターバックスとか本当にグローバルというかインターナショナルブランドなのに、そういうベジタリアンとかビーガンのメニューが全くないのはおかしいなと思ってたんですよ私は。だからなんかとうとう来たかみたいな。コンビニとかそういうところでも増えていくといいですよね。いやでも本当にコンビニとかでそういうのが普通に買えるようになると一気に来るよね。そうでもこのビーフンはすごいいいですね。美味しい。ありがとうございます。やっぱり麺って結構
茹でるのがめんどくさいんですよね。だからお湯で戻せるっていうのがすごい嬉しくてそうそう、1分で戻せちゃうっていうところが、でもそういうビーガンっていう食生活、食べ物だけじゃなくて、ライフスタイルとして、まあ物とかもそうですし、サービスとかもそうですし、なんかそういうところでなんだろうな、いろんなビジネスオポチュニティがありそうだなと。もうだからまあ、ビーガンみたいな波がこう押し寄せていて、それにこう戸惑う人もいると思うんですよね。正直やっぱりお肉好きだし、なんか食べたいしみたいな方もいっぱいいると思うので、ただなんかそのビジネスの観点からすると、別に自分が完全にビーガンにならなくても、やっぱビジネスオポチュニティ、ポテンシャルっていう意味で、やっぱそういう業界を見てみて、何か自分でできることがあればやってみれば、すごいなんかもう今多分需要の方が大きすぎて、全然供給が間に合ってないぐらいだと思いますし、大手のね食品会社とかもちろん全然他のビーガンじゃない食品とかもいっぱい扱っている、そういうところもビーガンの食品を開発したりとか、レストランで提供したりとか、そういうことを始めてるので、なんか新しいそのなんだろうな分野として、ビジネスマンの皆さんはちょっと研究して見ていただいたら面白いんじゃないかなと思うんですけど、実際大手が今そういうのいっぱい出してきて、市場がどういうふうに反応するのかなっていうのはすごい興味があって、でも、私のイベントとかに来てくださる方たちも、完全なビーガンの方ってすごい少なくて、ほとんどの方がそういう、ビーガンだったり野菜を中心にした生活に興味があるっていう方が多くて、でやっぱりそのお勤めされてる方は、もう完全にランチ難民ですと。夜は自分でその自炊して作れていいかもしれないけど、お昼はやっぱりその近くにたまたまビーガンカフェがあるとか、そういうのじゃないと、食べられるものがやっぱすごく少ない、から自分で持っていくか、っていうことになっちゃうとやっぱすごい難しくて、だからランチはちょっと断念せざるを得ないっていう状況があるみたいなので、そういうところが解決していくともっともっと進むと思うので、だから今多分お弁当を買いに行ったりとか、お惣菜屋さんに行ったりとかして、でそもそももうチョイスがないじゃないですか、ベジタリアンビーガンチョイスっていうのが、でもあったら、じゃあそれ別にベジタリアンとかじゃなくても、今日じゃあベジタリアンにしてみようかなっていう人が絶対出てくると思うんですよね。本当に供給の方さえ追いついてくれば、需要はもうどんどん増えていくと思うので、そういう大手の食品会社さんとかが、ベジタリアンのオプションを出し始めたら、もうすごい火がつくんじゃないかなと私は思ってるんですけど。本当に、でもそういう時期に入ったんかもしれないね。もうなんかビーガンが来るビーガンが来るって5年ぐらい前から食品業界では言われてたんですよ。大手の食品会社の人から、ビーガンベジタリアンビーガンベジタリアンって本当に狼少年だよねみたいな、ずっと言われてきたけど、いつ来るのみたいなでよくその当時言われた。でもいよいよ本当に来た、いよいよ狼来たなっていうような気はする。クイックソイ、そぼろ状クイックソイ入りです。これセロリ。セロリです。セロリ大丈夫ですか？大丈夫全然好きです。セロリね苦手な方もね、結構いらっしゃるので。さっぱりおいしい。ライムたっぷり入ってます。
ごい爽やか。サラダのドレッシングって割と油を入れるんですけど、何かしらのね、アジアサラダだったらごま油とか入れるんですけど、このサラダは本当にノンオイルノンオイル、そうノンオイルでライムとあと塩麹だけ、塩麹だでちょっと鷹の爪を入れてピリッとさせて、あと醤油もちょっとね、ちょっとだけ入れて、そうこれね本当おすすめ美味しいですよ、どんどん情報量が増えてきて、だからちょっと興味を持って調べればすぐ情報が来るんで、有名人でも何でもない普通の人がそういう自分の調べたことだったり、自分が体験したこと経験したことっていうのを、YouTube だったり、SNS でこうシェアできるっていう時代なので、だからビーガンのものって本当に英語の情報はすっごいいっぱいあるんですけど、でも英語が喋れないとなかなかそういう情報にアクセスできない、アクセスできないというか、情報はあるけどなんか結局よくわからないみたいな、そういうのがある。今でもやっぱあると思うんですよ。 YouTube とかすごいいっぱい情報はあるけど、日本人が理解できる情報っていうのはやっぱりそれなりに限られてると思ってるので、そういうところで私がちょっと日本語にしてなんか情報をもっと知ってもらえればなと思って、それもあるんですよね。なるほど。何品目？チーズダッカルビ。チーズダッカルビです。はい。オリエンタルバージョン。オリエンタルバージョン。カルナのクイックソイ入ってます。そう。このでもバラ肉タイプのクイックソイは完成度がすごい高いですね。本当？ありがとうございます。すごくこう食感とかがどうですか？これはまたスパイシーで。すごい美味しい。よかったです。3つとも味が全然違うんですよ。味というのか感覚が全然違うから瞬時に口の中の味が変わる。美味しい。ちょっとアジア3カ国をね今日集めてみました。そう、このチーズ本当にちゃんととろけていいですよね。使いやすいよね。値段も安いし。もうね、社会的にそうベジタリアンって言った瞬間、なんかの宗教でしょっていう感覚だった昔の時代。だからみんな当時ベジタリアンの人がたくさんいたと思うけど言わない人が多かった。自分がベジタリアンですってあんまり公表しない人が多かった。それが今ではさ、当たり前のように言える時代に変わってきたんで。締め締めの時間がやってまいりました。長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。すごい美味しかったです。よかったです。本当に大満足です。ということで今日は、ベジタリアン食品の会社をやっていらっしゃる余呉さんに、今までの、日本のね、ベジタリアン業界の、動向であったり様子であったりとか、これからの未来のね、ベジタリアン業界のどう進んでいくかなんていう話をいろいろしてみました。それでは皆さんまた TBL キッチントークでお会いしましょう。See you next time. See you next time.